こちらでは、女性映画館スタッフ、舞子の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、あなたと踊る、静かな夜。豊川駅から少し離れた公園。夜の街灯がまばらに地面を照らし、秋の風が落ち葉を転がしていく。舞子は仕事帰り、制服から着替えた T シャツの上にパーカーを羽織っていた。平日の夜、映画館の仕事も終わると、ここに来て仲間と踊るのが習慣になっていた。舞子ちゃん、今日も残業なしで来られたね。友人が笑う。うん。館内の掃除とフードコーナーの片付けまできっちり終わらせてきたからね。冗談めかして返しながら、舞子はイヤフォンを耳に差し、音楽に合わせてステップを踏んだ。ダンスは映画とは違う。光もストーリーもなく、自分で作る瞬間の表現。仕事に追われる毎日でも、踊っている時だけは心が軽くなった。その時だった。舞子先輩、ですよね。お久しぶりです。振り向くと、街灯の向こうに懐かしい顔があった。背が伸びて、輪郭も少し大人びたけれど、あの時の面影はそのままだった。手越くん？舞子先輩、覚えててくれたんですね。高校のダンス部。舞子が3年生で部長をしていた頃、彼は1年生として入ってきた。明るくて、真面目で、どこか不器用な少年。いつも練習後まで残って振りを確認していた姿を、舞子はよく覚えていた。久しぶりだね。今は3年生だよね。はい、3年生になりました。今はダンス部の部長やってます。そっか、あの頃から努力してたもんね。手越くんは部長なら部も安泰かな。どうでしょうか。でも、舞子先輩にそう言ってもらえると嬉しいです。手越は少し照れたように笑った。公園の明かりに照らされる横顔は、もう高校生というより青年に近い。舞子先輩、映画館で働いてるんですよね。うん。豊川のシネマワールド、よくわかったね。実は、何度か言ってました。え、先輩に会えるかなって思って。でも、忙しそうで声かけられなくて。舞子の胸の奥で、小さな音が鳴った。仕事中の自分を、誰かが見ていた。その事実が、少しだけ嬉しかった。私なんて、まだまだミスも多いけどね。そうなんですか？でも、接客してる先輩の笑顔は、映画館の明るい雰囲気を作ってる感じがしましたよ。もう、そんなことを言うようになっちゃって。手越くん、モテるでしょ？冗談のような言葉だったけれど、手越の瞳はまっすぐだった。懐かしいやりとりに、胸の奥がじんわりと温まった。ふと、スピーカーからダンス仲間が再生する軽快なビートが流れた。いえ、全然モテてないです。彼女もいませんし。そっか。まあ、頑張りたまえ青年。何ですかそれ。ところで、舞子先輩、久しぶりに一緒に踊りませんか？え？俺、先輩ともう一度踊ってみたくて。昔みたいに、自由に。舞子は少し迷ったが、うなずいた。パーカーの袖をまくり、腕を伸ばす。二人は自然と向かい合い、同じリズムを刻み始めた。風の中、足音が重なり、目が合う。言葉なんていらなかった。あの頃よりも少しだけ穏やかで、温かい時間が流れた。曲が終わると、静寂が降りた。互いに息を整えながら、手越がゆっくり口を開いた。やっぱり上手ですね、舞子先輩。手越くんこそ、体のキレも音の取り方も、すごく良かったよ。手越は笑顔を見せた後、真面目な顔で舞子を見つめていった。舞子先輩。少し間を置いて、手越はまっすぐに言葉を続けた。高校の時、本当はずっと憧れてました。ダンスだけじゃなくて、先輩そのものに。だから、今日こうしてまた一緒に踊れたのが、すごく嬉しかったです。そのまっすぐな瞳に、胸がキュッと締め付けられる。彼があの頃とは違う、少し大人の顔をしていることに気づく。そう、だったんだ。ありがとう。そんな風に言ってもらえるなんて嬉しいよ。それで、もしよかったら、今度俺とデートしてもらえませんか？映画でも、何でもいいです。
夜風の止まり、時間は静止したように感じた。少しの間を置いて、舞子はふっと笑った。じゃあ、私の映画館においでよ。今度は、私の隣の席で、一緒に。手越しの表情も柔らかくなる。わかりました。約束です。うん、待ってるね。小さな約束が、夜の空気の中に浮かんで消えた。遠くの街の明かりが瞬き、二人の影が並んで伸びていく。舞子は思う。映画のような恋なんて、きっと簡単には始まらない。でも、こうして誰かと踊り、笑い合える夜があるだけで、今は十分幸せだと。公園のスピーカーが、もう一度静かなビートを刻む。また始まっちゃいましたね。うん、手越くん、もう一曲一緒に踊らない？はい、ぜひ。静かでエモーショナルなビートの音に包まれながら、二人の夜が静かに続いていった。さて、今お聴きいただいたのは、映画館スタッフの関根舞子さん19歳と、高校生のダンス部の部長手越くんの静かな夜の再会と小さな恋の始まりを描いた物語、あなたと踊る静かな夜でした。豊川駅近くの公園の夜という非常にロマンチックでエモーショナルな設定でしたね。舞子先輩と手越くん2人の心情を少し恋愛心理学的な視点も交えながら掘り下げていきましょう。はい、まず主人公の舞子さんですが、19歳で映画館スタッフとして働いています。平日の夜に仕事を終わらせた後、公園で仲間と踊ることを習慣にしています。光もストーリーもなく、自分で作る瞬間の表現としてのダンス。仕事に追われる毎日の中で踊っている時だけ心が軽くなるという描写は、舞子さんが自己表現を大切にし、内面に情熱を秘めていることが伝わってきますね。まさにそうです。日常の忙しさからの解放として、ダンスという共通の情熱を持っていることが後の展開で重要になってきます。そしてそこに現れたのが、高校時代のダンス部の後輩である手越くんです。舞子先輩が3年生で部長をしていた頃、彼は1年生として入部しました。手越くんの第一印象は、明るくて真面目でどこか不器用な少年というものでしたが、再会した彼は背が伸び、雰囲気も大人びていました。今はダンス部の部長を務めるまでに成長しています。この再会は実は偶然ではないという点がポイントです。手越くんは舞子先輩が映画館で働いていることを知っていて、会えるかなと思って何度か言っていましたと打ち明けています。この何度か言っていましたという一言には、彼の真剣な思いと少しの勇気が詰まっていますね。仕事中の舞子先輩に声をかけられなかったという描写からも、彼が慎重で大切に思っている様子が伝わってきますね。また手越くんは舞子さんの接客中の笑顔について、映画館の明るい雰囲気を作っている感じがしましたと伝えています。これは相手の存在意義を肯定する非常に効果的なコミュニケーションですよね。そうですね。舞子さんがまだまだミスも多いけどねと謙遜しているのに対し、彼はその仕事ぶりをしっかり見てポジティブなフィードバックを返しています。このやりとりで胸の奥がじんわりと温まったとあるように、舞子さんの警戒心が解け、安心感が生まれたことがわかります。ここから会話の流れで手越くんが久しぶりに一緒に踊りませんかと誘います。これこそ2人の関係性を進める重要なステップです。恋愛心理学的に見ると、共通の活動、特に言語的コミュニケーションが中心となるダンスは、2人の親密性を急速に高めます。言葉なくして足音が重なり、目が合う。この言葉なんていらなかったという時間は、高校時代からの2人の絆を再確認させました。そしてダンスが終わった後の手越くんの告白は非常にまっすぐでした。彼は高校の時、本当はずっと憧れてました。ダンスだけじゃなくて先輩そのものにと具体的な言葉で自分の気持ちを伝えられました。この具体的かつ直接的な告白が舞子さんの心を動かします。過去の憧れを大人見た顔つきでまっすぐに伝えられたことで、胸がぎゅっと締め付けられるほどの感情の揺れが生じました。彼はダンスの感想を伝えた後ですぐにデートに誘っています。もしよかったら今度
俺とデートしてもらえませんか？映画でも何でもいいです。この一連の流れが非常に自然で、彼の真面目さと誠実さを感じさせます。舞子さんの答えもとても粋でしたね。じゃあ私の映画館においでよ。今度は私の隣の席で一緒に。自分の職場、つまり彼女の日常のテリトリーに彼を迎え入れるという選択は、手越くんの真剣な思いに対する彼女からの信頼の証とも取れます。彼女は映画のような恋なんてきっと簡単には始まらないと思いつつも、誰かと踊り笑い合える夜があるだけで十分幸せと感じています。これは相手の存在を肯定することから始まる、地に足のついた大人な恋愛の始まり方を示唆しています。そうして2人は静かでエモーショナルなビートの中、もう一曲一緒に踊らないという舞子さんの誘いに、はいぜひと手越くんが応じ、2人の夜は続いていくわけです。単なる再会で終わらず、共有した情熱と誠実な告白、そして受け入れの姿勢によって2人の関係は確実に一歩進みました。静かな夜の公園で始まった温かい恋の物語ですね。はい、今後の2人のデート、そして関係性の発展が非常に楽しみです。それでは今夜の解説はここまでとさせていただきます。お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございます。舞子のプロフィールはこちらです。趣味はダンス、19歳の映画館スタッフです。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。